さあ、2019年の最終回、9月から始まったこのチャンネルの締めくくりとしてですね、年越しにぴったりの柚子と鴨ネギのそばを作っていきます。こいつはいいですよ。鴨肉を一口大にカットし、長ネギとともにサラダ油で焼いていきます。柚子は薄く輪切りにし、大根もすりおろしておきます。鍋にたっぷりのお湯を沸かしてそばを茹でていきます。茹で上がったそばを器に移して輪切りにした柚子、焼いた鴨肉とネギを乗せて水菜、大根おろしを添えれば完成です。詳しいレシピは概要欄で。さあ、今日のレシピはとても素敵ですよ。まずはですね、ここ熱湯、お湯をね沸かしておいてください。でここは和風だしなんですけれども、ここに醤油とみりんを、でフライパンなんですけれども、よし火をつけて少量のサラダ油、よしでここで、おそばにね合わせる上にのせるお肉なんですけれども、鴨肉を、さあ鴨肉がですね難しければ鶏もも肉とかそういったもので、変えても問題ありません。切りましょうか。ちょっと軽くね火通りのいいように切り込みをちょっと入れてあげます。そして食べやすい大きさにカット。よしで軽く塩と胡椒を振りましょう。今日はね結構短時間で仕上がりますからね、簡単レシピです。さあ皮の部分を底にして、まずはこの鴨肉を焼いていきましょう。ネギも切っていきます。長ネギ揃えてね切っておこう。それから柚子なんですが、今季節ですね。これを薄くスライス、輪切りに。さあちょっとね表面のねここら辺の外側色が変わってきてますから、ひっくり返すタイミングですね。ひっくり返しましょう。よいしょ。さあ鴨肉をですねひっくり返したら、ここでネギを焼いていきます。さあ鴨肉からね美味しい脂が出てますから、少しつけてあげてね、その油で焼いていきましょう。いい焼き目がついてますね。さあネギはいい感じでしょう。取り出して、ここはペーパーの上にここで醤油、酒、みりん、これだけです。絡めていきます。うわいい香りだ。よしもういいでしょう。絡めたらこれもまたペーパーの上に。よしではここでそばを茹でましょう。さあそばによってもいろいろ種類はあるんですけれども、それはお好みで。これは本当に短時間で茹で上がるやつです。差し水をしなくても大丈夫。さあおつゆは
うまい、しみる、いい感じ。さあではここで大根をねすりおろしたんですけれども、これをね後で添えますんで、軽く絞って球体に丸めて、ほらきた、可愛らしいじゃないですか。さあここで3分が経ちましたので引き上げよう。よし。お皿なんだけれども、ちょっとかっこいいねお皿にしちゃいました。おつゆはできてますから。いいね。もう少しいっとこう。そしてここで切った柚子を乗せていきます。それと鴨肉、ネギも乗せて、大根おろし、それとちょっと色味的なことも考えて水菜ですね。バッチリ美しいね。簡単にできちゃいましたが、どこか上品、深みのありそうな、そんなそばがね完成しちゃいました。もうものすごくいい香りです。とてもいい年を越せそうですね。さあできました。柚子と鴨ネギのそばの完成です。いよいよ年を。